テクノロジーの発展スピードは年々加速度的に増している。だが、そのスピードに負けないくらい圧倒的なスピードで成長し続けている企業がある。数年前から外国人人材採用を始め、グローバル展開においてもその勢いを増している。約3年ぐらい前から検討して、もう検討したら即実行というような形で、まず突っ走るっていうところから入り、 AI に特化したエンジニアを探すっていうところをまず着手しました。サイバーセキュリティクラウド代表取締役 CTO 渡辺です。日本の IT 人材技術力不足問題、その問題に対して動き始めている企業がある。高度外国人人材と共に歩む日本の未来を動かす最先端の経営の形、ビジョナリー経営、ムービングジャパン。東京恵比寿。ここに日本有数のグローバルサイバーセキュリティ企業のオフィスがある。サイバーセキュリティクラウドは世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造するという理念のもと、 AI 技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供をし、大企業からスタートアップまであらゆる規模・業種のウェブサイトで利用されている。2017年から外国人採用を始め、現在 R&D チームのエンジニアの半分が外国人。その採用戦略を積極的に進めている代表取締役 CTO の渡辺さんに話を伺う。日本ではその AI っていうのは非常に大々的に盛り上がってきてはいるものの、もともとの土壌、教育の土壌から非常にまだまだ、期間が短くて、でヨーロッパの方がもう何十年もやってきている数学の土壌っていうのがあって、そこにエンジニアがたくさんいるというところを知りまして、日本人だけではなく外国人の優秀な人材を、採用できたらいいなというところで、始めました。約3年ぐらい前から検討して、もう検討したら即実行というような形で、本当にすぐ着手して、紹介いただけるところとか探して、本当に AI に特化したエンジニアを探すっていうところをまず着手しました。今回の雇用にあたっては基本的にはその日本在住の方っていうのが条件にはしてないんですけれども、探している中で、そのエージェントさんとのすり合わせしている中でも在住しているとか、日本語がある程度できるとか、基準がいくつかあったので、それを満たしている中で選んでいるというところで、ビザの難しい問題とかそういったところは我々の方ではあまり苦労することはなかったかなと思います。サイバーセキュリティクラウドでは国籍にとらわれず優秀な人材を採用するという軸で採用を進めている。そんなサイバーセキュリティクラウドに採用され実際に働いている外国人社員のセルヒオさんに話を伺う。 Hello, I am Sergio. I am from Spain. I'm working as an AI engineer in cybersecurity cloud company. So that is a difficult question, but I think the reason why I wanted to be an engineer is because I want to solve real problems. So I want to. Normally, I was studying physics, so it was more like theoretical problems I was trying to solve. So in some point of my life, I wanted to do or to fix some kind of real problems in the society. So my job normally is like I have to read papers and I have to find algorithms to be able to detect some kind of anomaly in the data. And then I have to check the algorithms, and then I have to speak with other departments, and then they will tell me if it's okay, cool, or correct or not. So at the end, what I have to do, I have to translate the algorithm from different fields to the field of the company, which is security. So actually, for example, I would say my understanding of Japanese is better than my speaking. So
And for example, when we have a general meeting in the company, we have in Japanese. So and right now, because they think of the telework and the presentation, we have the presentation, so I can follow the presentation properly. So I don't have any issue with the Japanese right now. My professional goal, I would say right now, because I joined AI, but at the same time enjoy in a company of cybersecurity. So my goal will be to develop a proper algorithm, and this algorithm will help to have more secure internet. So then at the end, so my goal will be a real expert in the field of security and AI algorithm, which is something like a few people have it. So that is my goal. 一緒に働いている上司やメンバーは外国人採用についてどのように感じたのか。現場で共に働く R&D チームエンジニアの佐々木さんに話を伺う。会社としてグローバル将来目指していこうっていう方向性だったので、外国人の社員を入れることで英語で仕事する文化ができるだとか、多様性、いろんな文化を受け入れる、そういうきっかけとか、世界を意識する、そういうワクワク感がありました。そうですね、まず感じたことはとても仕事ができる人で、AI エンジニアとして研究者としての専門性のレベルの高さというか、そういうものが本当にものすごい高いレベルで仕事してくれる人だなという印象を持ちました。苦労したことはそこまで多くはないんですけれども、そうですね、強いて言えば受け入れ直後は僕ら日本人スタッフがあまり英会話には慣れていなかったので、以前からドキュメントのライティングで英語を書くっていうのはしてたんですけど、しゃべりの方はあまりやってなかったので、そこで慣れてない分言いたいことが表現がパッと出てこないというようなケースはまげまげにあって、そういうとこは苦労したところですね。でそっち側に関しては、僕らの日本人スタッフが頑張って勉強するのと、あとはセルヒオと仕事をしている日々を通じて、だんだんと慣れてきて自然と解決されたっていう感じですね。どこの国の人だとか日本語ができるできないとかではなくて、仕事がちゃんとできるかどうかっていう点でそこで公平に人を見て採用したりとか、外国人受け入れるってなった時に、例えば言語の壁とかそういう時にできない理由を探すんじゃなくて、どうしたらできるかって考える。英語がスタッフできないから受け入れられないじゃなくて、僕ら日本人のスタッフが、勉強して頑張れば受け入れられるよねっていう、そういうなんか前向きに考えてどんどん仕事だとか事業を進めていってくれる。クラスタリングじゃない、じゃあ例えば一つは我々そのセキュリティの業界において、主に技術的な情報っていうのは海外の情報っていうのは非常に多いので、そういったところで海外の情報をいち早く収集できるっていうのが一つ。あと昨今というか日本人の皆さんも英語への興味っていうのは非常に高まっている状況にありますので、社内で英語のクラスというかコミュニティを作って、ディスカッションするみたいなこともできて、社員の教育というか英語への気持ちの活性化みたいなところも進められているかなというふうに思います。会社として多様性が大事とかいろいろあるかなとは思うんですけれども、やはり優秀な人材っていうところに関して言うと、外国人の一番いいところっていうのはハングリーさとか目的意識っていうところにストレートにいけるっていうところが非常にいいかなっていうふうに思ってます。で
反面その日本人の柔軟性みたいなところとはちょっとギャップがあるかもしれないんですけれども、ゴールに向かって突き進む姿勢っていうのが非常に会社にとってはありがたい存在だなっていうふうに思っているので、ぜひ外国人が働きやすい環境、そのビザもすごい時間がかかるとかめちゃくちゃやはり1日潰すみたいなのもあるので、そういったところも改善されるといいんじゃないかなっていうふうにすごい感じます。こんにちは、サイバーセキュリティクラウドの渡辺です。今日は、面接ありがとうございます。こんにちは。大きな戦力として外国人採用を進めているサイバーセキュリティクラウドだが、今後の組織づくりにおいてどんな期待を持ち採用を続けていくのだろうか。サイバーセキュリティクラウドにおいてはその US 展開っていうものを大事にしておりまして、で今ですね、日本でまずビジネスやっている中で非常に大事でお客様にご好評いただいているところが、その製品のサポートっていうところが非常に重要になっております。で同様にその US においてもお客様へのサポートっていうのが非常に重要になっておりまして、US 展開する中でサポート人材っていったところを、外国人のところできちんと補うことで、やはりこのネイティブレベルできちんとお客様に満足していただくっていうところを狙っての採用っていうところを今期待して進めております。そうですね、会社のまずビジョンというか、まず企業理念が世界中の人々が安心安全に使える、サイバー空間を創造するっていうのがあります。でまずこれをやるために我々が皆さんが一番接するウェブのところを、今守っているんですけれども、今後はやはりさらにそれを広めていく、ウェブだけではなくて通信がいろいろIoT だ 5G だっていうところが始まっていくので、もっと皆さんが安全に暮らせるその、サイバー空間というのをどうやって作っていくかっていうのをまず一番大事に考えたいなっていうような姿勢でやっております。国籍にとらわれず優秀な人材を採用するというサイバーセキュリティクラウドの採用戦略はグローバル展開においても重要なキーとなっている。これからもサイバーセキュリティのリーディングカンパニーとして情報革命の推進に大きく貢献していくだろう。ビジョナリー経営ムービングジャパン。